本日はクリング AI のクリエイティビティレレバンススライダーの設定について徹底検証していきたいと思います。このスライダーについては以前の動画でどのようなスライダーなのかということを解説しました。こちらは AI 変身動画講座の一部になるんですが、クリエイティビティレレバンススライダーとは、このスライダーを左右に動かすことで AI による解釈の自由度と入力、テキストプロンプト及びアップロードされた画像への忠実度のバランスを調整しますと。こちらはクリング AI の説明になりまして、左の創造性モードに近いほどビデオの自由度と創造性が高くなります。右の関連性モードに近いほど与えられたプロンプトと画像との関連性が高くなります。左に寄せると創造性が高くなる。右に寄せるとプロンプト及び画像との関連性が高くなる。奇抜な動きをさせたいとか、思いもよらない展開を出したいときはクリエイティビティに寄せる。テキストプロンプトに忠実に画像とかけ離れたくない場合はレレバンス側に寄せるといった認識が良いかなと思います。今回はそちらを実際に生成していきながら検証していきたいと思います。今回少しですね、特殊な画像というのを用意してみました。こういった画像をもとにいろいろ検証していきます。通常の画像の動き、アクションがスライダーによってどのように変わるのか、またこのような女性が左から右に変身する際はスライダーの影響はどうなのか、あとはこういった感じで融合ですね。左の2体が右の1体に融合する場合はどうなのかということを検証していきます。プロンプトの考え方はいつものように指示書を使っていきます。まず通常の動きと変身に関してはこちらの妖怪変身動画プロンプト生成指示書セットを使います。こちらがその指示書ですね。指示書について気になる方は概要欄のリンクよりホームページをご覧いただき、販売指示書一覧というページをご覧ください。こちらに今回使用する指示書が置いてあります。こちらの指示書セットは画像生成 AI と動画生成 AI を活用し、あなたのイメージする変身キャラクターや躍動感あふれるアクションシーンを形にする強力なツールです。詳細な指示書に基づき、変身前後の静止画、変身過程の動画、キャラクターの様々なアクションなど、多彩なコンテンツを効率的に生成できます。テーマやキーワード、変身方法などを自由に設定し、あなたの創造性を最大限に発揮してください。といった感じで、指示書リストがですね、こんな感じで、今20ぐらいありますね。20個の指示書がついています。詳しい記事もこちらのリンクからご覧いただけます。そして先日ですね、変身用プロンプト生成指示書のクリング特化というバージョンをリリースしました。クリング AI に最適化された変身動画のプロンプトを生成できます。また、アクションプロンプト生成指示書もクリング特化をリリースしました。こちらも同じくクリング AI に最適化された動画生成用のプロンプトが生成できます。まずは一つの対象、こちらの画像を動かしていきたいと思います。なのでこのアクションプロンプト生成指示書クリング特化を使用します。各サブタブには説明書もついてまして入力欄の説明があります。こちらを参考に指示書の入力欄を埋めていきます。こちらのアクションプロンプト生成指示書では、ほとんどの場合 AI がアクションを考えてくれます。ただし、こちらの説明書にあるように追加の指示というのも可能です。こういった感じの動きを生成してくれと追加指示をすれば、それを考慮して考えてくれます。あと、プロンプトに追加したいキーワードとか、行動の理由、独自のプロンプト形式なんかも設定できるようになっています。今回は一度このままデフォルトでやっていきます。指示書をすべてコピーして Google AI Studio を開きます。ここではこのシステムインストラクションズを使っていきましょう。こちらに指示書をそのまま貼り付けます。そして指示書のテンパラチャーを確認して、この場合 0.6 ですので、このようにテンパラチャーを 0.6 に設定します。そしてモデルで今おすすめなのはこちらの Gemini 2.0 Pro。現在試験運用版ということですが、かなり高性能なモデルとなっています。今はこちらがおすすめです。他にも安定版の Gemini 1.5 Pro とかもありますが、2.0 Pro の方が性能は高くなっています。そして指示書をこちらに貼り付けたら、入力欄に画像を添付していきます。先ほどの画像をこのままですね、ドラッグ&ドロップで貼り付けて、こちらを実行します。するとこのようにですね、指示書に基づいていろいろ分析し、プロンプトを出していってくれます。今出ました。
まず状況の解析が行われ、どんな人物なのか、どんな背景なのか、アクセサリーは何なのかということが解析されています。そして推測される動作というのがここで提案されており、動きに追加できるであろう要素というのもここで出力されています。またですね、このタイトルというのがこちらの画像の名前ですね。名前を付けてくれます。動画にする際にですね、こちらのような名前があると視聴者もちょっと楽しみが増えるので、このように名前も生成しています。そして下にプロンプト、英語のプロンプトがあり、その下にそちらの翻訳ですね、が出力されています。こちらはクリング AI に適したスタイルでプロンプトが生成されています。ここで考え方としてはですね、まず普通の動きの場合、例えばこの一番上、白い着物に赤い花柄模様の狐の女性が扇子でゆっくりと自分を仰いでいるっていうようなプロンプト、これは全然奇抜ではないですよね。現実的なプロンプト。その場合、こちらのスライダーに関しては、テキストプロンプトと画像の忠実度を上げても問題ない、エラーにならないと思います。これぐらいの扇子でゆっくり自分を仰いでいるというぐらいであればですね、それを忠実に再現したい場合はレレバンスという認識でいいかと思います。例えばこれを左にクリエイティビティに寄せると、扇子を仰いでさらに何かが起こる可能性があるということが考えられますよね。扇子を仰いだら飛んでいったとか、なんかそこまで行くのかわかりませんが、これは一度テストしてみましょう。同じプロンプトで両方を生成していきます。こちらの扇子で仰いでいるプロンプトをコピーして画像をセットしてプロンプト欄に入力。そしてまずレレバンス側に寄せて1枚生成。今回試しにネガティブプロンプトも打っておきます。こちらも指示書で出力されたものがありますので、ネガティブプロンプトも設定して、あとは設定を確認してですね、このまま生成開始。そして同じ設定のまま今度はスライダーを左に寄せたバージョン、クリエイティビティ側に寄せたバージョンで1枚生成します。これで2枚生成が開始されました。今のはクリング 1.6 で生成しています。結果を待ちましょう。生成が完了しました。意外な結果ですね。まずはレレバンス側。どうでしょうか。全然扇子を仰いでない。これは意外ですね。レレバンスだとテキストと画像に忠実になるはずだったんですが、プロンプトの言うことを聞いてないですね。そしてクリエイティビティ側。こちらは扇子を仰ぎました。ちゃんと。これめちゃくちゃいいですよね。こっちの方がプロンプトに忠実になっている。で、ちゃんと被写体も視線が動いたり、夕日というか、太陽光もうまく演出されている、すごい綺麗な映像になってます。これだともうクリエイティビティ側が圧勝ですね。なので認識としてクリエイティビティというのは AI にある程度任せますよという設定で、その方がいい結果を生む場合もあると。まずこれはサンプル1なので全てがマッチするかというと分かりませんが、とりあえず今クリエイティビティ側の方が良かったという結果になりました。では続いてですね、少しだけ奇抜というか動きが大きいプロンプトで試していきます。一番動きが大きいのはジャンプ、スピン、ダンスみたいなプロンプトなんですが、ここまではやらずにこちらですかね。狐の女性が優雅に踊り、その動きは流れるようで魅惑的です。カメラはドリームショットで彼女を追いかけ、有限な美しさを生み出しますと。この踊る、あとカメラワーク、こちらをもう一度スライダーを左右に寄せて2つ生成してみます。プロンプトをコピーして、こちらのプロンプト欄に貼り付け、まずはクリエイティビティ側で1枚、そしてレレバンス側でも1枚動画にしていきます。今度はどうなるでしょうか。結果が出ました。今度はクリエイティビティ側から見ていきましょう。こんな感じで、プロンプトの言うことはちゃんと聞いてますね。優雅に踊りっていうのは再現されています。いいですね。ちゃんと使える動画になってますね。エラーとかブラーとかもないので綺麗な動画です。続いてレレバンス側、こちらを再生。こちらも悪くないけど、ちょっと動きが弱いですね、レレバンス側。先ほどもそうでしたよね。こちらはちょっと下に行き過ぎというか、微妙なカメラワークになっちゃってますね。
やはりこちらクリエイティビティ側の方が動きが滑らかで、ちゃんとプロンプトも反映してくれているという結果ですかね。でですね、今回は一度ここで動画を終わります。次の動画で返信とか融合とかやっていこうかなと思います。今回の結果としては、一つの対象のアクション動画を生成する場合、今のところクリエイティビティの方がプロンプトの再現度が高い。それの要因としてはですね、おそらく AI の性能が高くなったことによる AI が想像した結果の方がいい場合が多いのではないかと。特にクリング 1.6 になったことで、さらに進化している部分だと思うんですが、プロンプトの言うことも聞きながら、創造性ですね。補完部分とかもちゃんと綺麗に生成してくれる。こちらはレレバンス側ですが、プロンプトの言うことを聞いていない、画像に忠実になってる感がありますね。そちらの方が強いのかもしれないですね。これはセンスを仰ぐっていうプロンプトが聞いてもおかしくない画像なんですよね。センスを仰ぐ以外のプロンプトならまだこれでもわかるんですが、センスを仰ぐと指定してるのにプロンプトが効かないとなると、レレバンス側に最大に寄せるというのはもう候補にはないかなと。例えば、このスライダーを 0.7 とか 0.5 とかでやっていくっていうのはいいとは思うんですが、一つの対象に対してこれをさせたいという時に、レレバンス側に寄せすぎると動きがなくなっちゃう可能性が高いということが判明しましたね、今回。それはつまり画像への忠実度が高いからだと思われます。いやー、クリエイティビティ側いいですね。むしろクリエイティビティ側でエラーが出ないなら、もうクリエイティビティに任せちゃうっていうのも一個の戦略というか攻略方法なのかもしれません。ということで今回はクリエイティビティ vs レレバンスみたいな形になりました。プロンプトとスライダーを攻略することで狙った動画生成しやすくなると思います。成功確率が上がります。僕はもう確信しました、それを。そしてそのプロンプトの考え方で大事なのはやはり指示ですね。指示文。そちらの指示文を考えてくれるのがこちらの僕が作成した指示書たち。今回使用したのは妖怪変身動画プロンプト生成指示書セット。こちらのセットの中にクリング特化の変身動画を作成できるもの、クリング特化のアクション動画を生成できるものがあります。これを用いてさらにスライダーを調整することによっていい動画出来上がると思います。他にもですね、キメラ融合動画プロンプト生成指示書であったりとか、いろんな指示書がありますので、興味のある方は概要欄のリンクよりホームページの方をご覧ください。またですね、今 AI 変身動画モニター講座というのをやっておりまして、こちらにはなんと指示書が3つ付きます。モニター価格 13,940 円なんですが、この指示書3つが付いてきます。今回使用した妖怪変身動画プロンプト生成指示書セット、キメラ融合動画 YouTube SEO 対策指示書セット。これらがあればですね、もう動画作成に迷うことはないと。どんどん YouTube で拡散していき、収益化も狙っていけますよといったような特典ですね。こちらもホームページの方からご覧いただけますので、ぜひご覧ください。カスタム指示書作成というサービスもやっておりまして、あなただけのオーダーメイドの指示書というのも作成いたします。そちらもご興味があればご覧ください。またですね、僕がいつも指示書をどのように作成しているのかといったような講座もですね、今後考えております。他にも動画編集の詳しい方法だったりとかですね、様々な講座を今考えていますので、ご意見、ご感想があればコメント欄の方までコメントをください。また、ホームページからお問い合わせもできます。今回は以上となります。次の動画では返信とか融合をやっていきますので、お楽しみに。それではまた。